はい、皆さんこんにちは。本日もですね、サブスタンス 3D 道場のですね、時間がやってまいりました。本日はですね、実はゲストとして本庄さんをお招きしているんです。ちょっと本庄さん、はい、お顔ですね。この方が本庄さんとなっておりまして、ちょっとですね、本庄さん自己紹介もさせていただくんですが、その前にですね、ちょっと本日のトピックをですね、ご紹介したいと思います。はい、こちらがですね、本日のトピックとなりまして、ゲストに本庄さんが登場しております。で、本庄さん一体どんな方っていうのをですね、自己紹介とともに、こちらからですね、探っていければと思っております。そしてですね、こちらがメインとなるんですが、サブスタン 3D モデラーでモデリングをですね、実演していただきますというところですね。はい。で、その後、Tips やモデリングを効率化するためのスタンプツール、これはもう実演している時にですね、なんかいろいろ本庄さんの方から喋っていただきてご紹介していただこうかなと考えております。そしてですね、就活や転職を考えている方必見、ポートフォリオの大事なところなどなど、はい、こちらの方ですね、教えしていただきたいなと思っておりますので、皆さんですね、なんかご質問とかが浮かびましたら、チャットの方とかにですね、ご記入いただけますと、私が今回ですね、ピックアップして、本庄さんに直接ですね、答えていただくことも可能となっておりますので、ぜひぜひよろしく。はい。そうなんです。よろしくお願いいたします。それではですね、本庄さんって一体どんな方なんでしょうといったところをですね、探っていけたらと思います。それでは早速本庄さん、自己紹介の方をですね、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介に預かりました本庄と申します。自己紹介、ですね、自分もともとスクエニックスっていう会社に実は25年ぐらいいまして、はい、25年はそうなんですよ。めちゃくちゃ長いですよね。長いですね。ってことは新卒の頃からスケニーさんで働かれてた？いやー、ほぼ新卒ですね。自分たまびだったんですけど、はい、たまび卒業して、で実は就活そんなにちょっと真面目にやってなかったんですよね。でちょっと失敗して、そうですね、インドに行ってちょっとフラフラしたりとかしながら、でそうですね、インドの話もちょっとすると長くなっちゃうんですけどインドに行ってる間に実はだからゲーム会社に行こうっていうなんかいろいろそこの考えに至ったんですよ。面白いですね。はい。それで当時スクエアですね、スクエアにその作品を送って、で拾っていただいてって感じですね。なるほど、そうなんですよ。なんかそのスクエアさんに入った後にすぐ、手がけた作品とかっていうのはあったりするんですか？手がけた最初あれですね、聖剣伝説レジェンドブーム、あれの背景とか書いてましたね。はい、私やったことありがとうございます。いや面白いですね。でそれでスクエアさんで3D をの子からもともとされていたんですか？いやっていうか僕はあれですね、そうですね、サブスタンス 3D で、出ちゃってますけど、僕はもともとというか今でもなんですけど、ただの絵描きなんですよね。で普通に玉びで絵を描いてて、そうですね、ほとんどそのキャリア25年の間はもうほぼほぼだから絵描きというか、背景のデザイナーアーティストだったり、そのコンセプトアーティストだったり、本当にもう各専門のアーティストとしてやってきたんですけれど、あれなんですよね、ちょっと変な話というか、変な話でもなんでもないですね。スクエニックスってやっぱりその 2D の天才がすげえ集まるんですよ。そうなんですね。そうなんで、その 2D を描きながら自分のその筆一本だとこの人たちに勝てないってやっぱちょっと思っちゃったんですよね。だからその自分のスキルをやっぱ拡張していくために何か武器が必要って思って、当時マヤだったりその 3D のソフトを触り始めて、だからただ単に何ていうんですかね、その背景を描くにしても、その手でそのパースラインを取って背景を描いていくっていうよりか、やっぱりその 3D でそのモックアップを作ってそこからペイントオーバーをして背景を描くとかの方がやっぱりその早いんですよね。確かにそういうところから少しずつなんですかね、もっと作り込んだりとか、いろいろだからその流れで例えば
マヤだけじゃなくてゲームエンジンも触ったりとか、でゲームエンジンに自分で作ったモデルをインポートしてそこにライティングをして、で環境を作った上でそれを例えばスナップを取ってそこからペイントオーバーしてコンセプトアートを描くとか、そういういろんなことをこうやり始めて、そうですね、その流れでもっともっと自分のワークフローを効率化するためには多分こういうツールこういうものが必要なんじゃないかっていう流れでそのサブスタンスも出会ってみたいな感じです。なるほど、なるほど、ありがとうございます。すごいっすね。いえいえ。いやー、なんか面白い、いろんな人がいるなと思いました。やっぱりそっかそっか、スクエニさんでもともと働かれてて、でもすごい上から、なるほど。じゃあやっぱフォトショップとかすごい得意だったりもするんですよね。基本もうフォトショップ毎日フォトショップ触ってます基本もう本当に絵描きなので、デザインとか普通にもうフォトショップ、大体そうですね、もう直書きで、うち液タブなんですけど、液タブでも直書きでバーって書いて、はい、なるほどなるほど。そうですね、そっか、自己紹介の流れでちょっといろんなあれですけど、今はもうすでに辞めてて、独立して自分のアートの会社を作って、いろんなゲーム会社さんと契約してそのデザインを出してるんですけど、そういう仕事は本当にもうフォトショップで書いたりとか、でもやっぱりサブスタンスとかでモックを作って、それをもとにまたペイントオーバーでデザインを起こすとかも全然やったりします。結構ミックスしてます。なるほどな。そっかそっか。ちなみにあんまり日本でモデラーのユーザー多くないんですよ。みたいですね。だから多分呼ばれたんですよね。そうですね。いたみたいな。触ってる人がいた。そうですそうです。なのでちょっとやっぱりみんな皆さん知りたいところも多いのかなと思ったりもするんですけど、なんか他の例えば Z ブラシとかいろんなスカルプティングのツールがある中でそのモデラーを使い続けていただいている理由っていうのはあったりするんですか？これは本当にやっぱり直感的なんですよね。実はG ブラシも触ったんですけど、自分そんなに実はちょっと合わないというかちょっと難しいなって感じてしまって、 G ブラシってやっぱりスフィアだったりああいうプリミティブの形状からやっぱり縫線を押し引きで段少しずつ形を作っていってっていう感じじゃないですか。なんかそのステップがちょっと自分にはなんかちょっと遠いというか、自分の欲しい形にたどり着くまでに結構なんか遠い感じがしたんですよ。でもサブスタンス 3D モデラーの場合だとボクセルなので、なんていうんですかね、もう本当に直で空間に絵を描くように自分の欲しい形が作れちゃうじゃないですか。だから本当にラフを本当に何ですかね、フォトショップでラフを描いているのがただ VR で空間に映っただけみたいな感じで入れたんですね、スッと。だから自分の欲しい形がもう本当にラフを描くように、もう割とじゃあこういう形のフォルムの流れでいいかなっていうのが直で作れちゃうので、本当に重宝してると言いますか、かなり自分のワークフローに取り入れてますね。確かにやっぱり後でちょっとお見せいただくんですけど、やっぱりなんか UI もすごいすっきりしてるし分かりやすいですよね。めちゃくちゃ分かりやすいと思います。結構シンプルな設計にはなっていたりとか思っております。で、そうですね。で今回ですね、ちょっとなんかいろいろと本庄さんがですね、もうすでに作っていただいている、モデルがございまして、このちょっと見ていただきたいんですけど、今ですねタイトルに使っていたですねこのメカのモデルとかもですねモデラーで実際に作られているといった感じなんですよね。はい。でこれは結構もうなんていうんですかね、ですね、これ結構白いマテリアルじゃないですか。で右側のアウトライナー見ていただくと分かるんですけど、実際にこのモデルがですね1234つのクレイからできてるんですよ。でこれさっきちょっと本庄さんが聞いたんですけど、このあと例えばペイントするときにペインターに行くときが結構大変だったりしたんですよね。そうなんです。これ作った頃ってついこの間なんですけどなんかやっぱりペインターに持っていくときはやっぱりマテリアルごと自分の欲しいマテリアルのパーツごとに別クレイになっててくれた方がやっぱりこう UV も分けられてペインターにすぐ持っていけるんですよね。なんでこれは本当に
一括というか、本当に一体成形で作っちゃったので、ペインターに持っていった後に、自分でその手で塗り分けしないといけないんですよね。それがちょっと大変だったので、最近はやっぱりそこを考慮して、そのマテリアルごとに別パーツで作るように今してますね。はい、そのデータ開いちゃいましょうか。じゃあいっちゃいます？いっちゃいましょうか。はい。じゃあそれでちょっとですね、本庄さんにもうヘッドセットかけていただいて、これですね。それじゃあ実際どういう風になっているのかというのですね。はい、じゃあかけちゃいます。はい、ちょっとご説明いただきながら紹介いただけるとありがたいでございます。はい、ちょっと今準備しておりますね。お、スムーズな接続。これがそうか。あ、それでそうですね。なんか見せていただくのもいいですね。でこれがそうですね、あれだ、カラーがちゃんとついて、例えばこの状態でペインターに持って行ってもペイントしやすかったりとかいう。そうですね、この状態だとだいぶ、そういうことですね。いや、いいっすね。でちなみにですけど、その今のキャラクターの右側に静止画あったじゃないですか、このガイドの。はい、こちらがあれですかね、最終形のファイナルのイメージっていう感じですかね。そうですね。いや素晴らしいですね。もうここからいろいろペインターまで持っていって、それをフォトショップで、最終的にペイントオーバーして追い込んだっていう感じですね。はい、そうですそうです。でここまで行くのもやっぱりここぐらいまでそのモデルで作っちゃうと、ペイントオーバーがやっぱり楽なんですよね。なるほど。でそのマテリアルをそのペインターの方で作ったマテリアル、例えばブレンダーとかで全部そのアサインしてちょっとライティングして、でそこからまあペイントオーバーでここに持っていくと、本当にやっぱゼロから描くよりかは全然やっぱりそのスムーズといいますか、かなり早いので、多分このアートもそうですね、多分ゼロからそのモデラーでモデリングをして、ペインターでテクスチャリングをして、最終的にこのフォトショップでペイントオーバーするまで多分2時間とか3時間ぐらいだと思います。めちゃくちゃ早いですね。そうなんですよね。いやすごいっすね、それは。ちょっとこのなんていうんですか、今かぶっているもののところに寄ってもらってもいいですか。はい、こんな感じですかね。このディテールすごいっすね。いいっすね。ありがとうございます。ちなみにこれってどんな風に作られているのかっていうのはお見せいただくことは可能なんですか。そうっすね。じゃあとりあえずちょっとヘルメット外しましょうか。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、したらこれが、よいしょ。そしてミラーリングになってますね。はい。で、よいしょ。あ、なるほど、ボックスからやっていくんですね。ボックスがこれはでちょっとこれを見ながらというか、なるほど、どんなデザインにしてたっけなっていうの、これよいしょ。はい。もうちょっと確認しながら。これ中央ずれてんな。これダメだな。だからここでよいしょ。これでいましたね。そういうことですね。はい。でも本当にこうやってよいしょ。チョックでこうやって書いていっちゃうんですよ、ね。でこうやってよいしょ、よいしょよいしょ。もうなんか顔に沿ってそうできましたね。でこれがこうなってちょっと汚いですね。よいしょ。これよいしょ。うわすごい。もう確かにスピーディーですね。これレイジついてますよね。今レイジーモードになってますね。ちょっとスムースかけますね。止まっちゃいました。もしかしたらマシンの
スペックかがもしんない俺のマシンだ足りて、そうですよね。こんなに結構ガタつかないので、そうですよね。いやでも大丈夫です。すいませんなんとかしますすいまよし、せん。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、そんなラップトップの限界ってそいんなもう感じのはねですよね。何も大丈夫です。よいしょすいません。よいしょよいしょ。ああ、いいですね。本当にこれってなんていうんですかね、もう書いてるだけなんですよねこれ。はい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 。いやーガタつくなーでも大丈夫ですまあこれガタつかない多分見てる方がね心の目でガタつかないのをねちょっと保管していただければ、もうよいしょ。スムージングをかけてはいご覧ください。とかそうっすよね。よいしょやっぱスペックが足りないとガタついちゃいますね。そうなんですよね、そういうのやっぱちょっとあるんですよね。確かにそうですね。よいしょ。だから皆さんあれですよね。デスクトップであればちゃんとスムーズに動きますんで。そうですね。やっぱり私のこれはラップトップを使って今やっておりますので、やっぱりね、そうなんですよね。お、ライブ感がすごいっていうコメントをいただいております。はい。そっかそっか、コメントが見れるんですもんね。はいいいですね、やっぱり。でも実際に本当に今もうまだね2、3分くらいしか。でもね、なんとなくもう形見えてそうですね、そうですね。これがね、マジでいいとこなんですよ。いや、すすぐごいでできちゃうんで。すね。よいしょ。うわ、そういう風にやるんだ。そうっすね。確かにこれはい。もしはい G ブラシで一緒のことやろうとすると結構大マジで変そうですね。ここまででも結構時間かかると思いません？うん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 。よいしょ。私も何回か挑戦したことはあるんですが、本当ですか？やっぱりちょっと合わないなと思っちゃいましたね。だからモデラーのなんと簡単なこと。そうなんですよ。だからマジで思うのは、うんうんうんその今までなんだろう 3D がちょっと苦手だなって思ってたその絵描きの人たちはい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 。にマジでめちゃくちゃお勧めしたいんですよ。あ、そうだなんですね。からこういうの見て、うん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 これだったら自分も 3D 触れるかもしれないみたいな感じで思ってもらえると、うんなんだろう出た甲斐があったなって思います。なんかそういうのをちょっと普及していきたいですよ。あ、いいですね。はい、なんかだってほらもうなんかできてきてますね。確かに確かに。だってこんなんすぐっすよ、もう本当に2、そうっすね3分じゃないですか。うんうんうん。そうなんですよ、モデラってこれがよくってずっと触ってるんですよ。ようわ、すごいっすね。いしょ。ちょっとガタついてるのはもうご愛嬌っすよねこれ。そうっすね。もう申し訳ないです。よいしょ、大丈夫ですすいません何も起こってないですよいしょいや、すごいすごい。よいしょ。でもこんだけはい短時間でサクサク作っていただけると見てる方もすごい楽しいですね。マジですか？はい。よいしょよいしょ。すごいすごいよいしょ。ここでそうか、うん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 ここもこうしたんだ。そっか、なるほどね。そっかここをこうしたんだ。あ、でなるほど。こうしてこっちにこあ、いいですね。うよいしょ。ちょっと細かいディテールとかもやって、で例えばここからペインターとかでよりディテールを出していくような感じですか？ペインターではねそんなに実はあ、そうなんですね。ディテール感ってペペインターで実はそんなにめちゃくちゃ使ってないんですよね。はい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 。割と基本的なうんうんうんなんかスマートマテリアルとかうんでうんうんうんパッと割と、あとはうんなんていうんですかね、フォトショーのペイントオーバーの方でもう書いちゃうことが多いでいやすごいっすすねね。そのためのその下地みたいな感じではいはいはいそはのペインターとかは使うことが多いですね。い。なるほど。じゃあちなみにこのはいライティングはどこのブレンダーとかで決められてるんですか？はい。ライティングは割とブレンダーの多いですね。はい。よいしょ。いいっすね。よいしょ。じゃあ私があと個人的に気になってるところがこの洋服の、はいなんていうんですかね、よれ感というかこれですか。質感とかそういうのってどういうふうに。っていうの書かれはてるんですか？スタンプ的のあ、がりましてはいはいはい。よいしょ今クレイツールの中にですね、このシェイプスの隣のタブにスタンプっていうのがあるんですよ。はい。よいしょ。で例えばこことか。うん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 。そっか。これあっちを開いちゃった。まあいいか。いいっす。大丈夫。全然大丈夫大ですよ。丈夫ですか？すいよいましょ。せん。ネックレスを外して。うんうんうん。で例えば、はいはい。
これはもう事前にご自身で作られてるスタンプになるんですか？はーい。あ、スタンプの何か抜けてます？種類が足りてない。足りてない。あれおかしいな。でも大丈夫であす。れおかしいな。今作っちゃいます。本当ですか？今スタンプ作っちゃいましょう。余裕です。何にも問題ないです。じゃあちょっとスタンプの作り方をですね、はい見てみましょう。なんで、はいだから、ミックスだから、よいしょ。だから、これでまた新しく2例作って、なんで、もう本当に超簡単にいきますよ。はい、お願いします。例えば、その布地っぽい、そのこういうなんですかね、芝のある断面だけ作っちゃうんですよ。はいこういう。はい。でもめちゃくちゃ簡単にいきますけど、でこれでこれかメイクスタンプ。でそれをスタンプにして、はい。でちょっとこれは捨てちゃって。もうスタンプになってるんですもんね。あ、これですよね。これだ。はい。でこれで大きくして、もうそうだ、これでまた、これで入して、例えばこれとかで、よいしょよいしょでさっきと同じような、ちょっとなるほど、こう対させたりとか、いや違うな、こういってこう来るかちょっと違うけど、でもこんな感じ、めちゃくちゃ簡単にやるとこういうことですね。はい。いや面白い。でここからは例えば、スムースじゃなくてワープツールとかでよいしょ、ちょっとこうなんかちょっとこう揺らぎ感みたいな感じ揺らかしたりとか、これもなんか自分のお好みに。面白いっすね。なんでここの前の布とか、例えば作ってたそのズボンとか、全部一緒っすよね。例えばこういうもんで、こういうふうによいしょ、面白い。こんな感じでちょっと巻きつくというか、まとわしてみたりとかしながら布っぽいものを作ってましたね。いいっすね。はい。もっとちょっと丁寧にやりたいけどよいしょよいしょ。そうっすよね。実は私もそこまでスタンプっていうのを作ってなかったので。そうなんですよ。だからこういうのとか全部このアクセサリーとか全部スタンプです。この牙みたいなの作って、なるほど。はい。そのたくさんその増殖というか。めちゃくちゃいいっすね。これはこの子はあるのかな。これだ。多分これっすですかね。違った別の子だったでもとりあえずよいしょ、これだと思ってくださいって感じです。これだとしたら、こういう感じで、ちょっとそっか、細いからあれっすね、解像度上げないとこういう感じで、なるほど、そういうことか。こうくるって感じですかね。なるほど。そうなんですね。いや面白いっすね。いやもうすごいちなみにこの人間のモデルっていうのはこれはね、違うんですよ。これは作ったもんじゃなくて、キャラクタークリエイター4っていうツール自分が使ってるんですけど、それってそのデフォルトでいろんなそのキャラクターが格納されてて、そのツールの中ですごい面白いんですけど、もうプロポーションとかをかなりそのカスタマイズしたりとか、めちゃくちゃ筋肉隆々のそのベースのキャラクター作ったりとか、いろんなことできるんですよね。そういうものでベースのそのキャラクター作って、それをオブジェで入ってエクスポースターの読み込んで、その上からこうやってる感じですね。いやいいですね。自分がやっぱ欲しいのってキャラクターのそのなんですか、装飾というか、どんなものをこう身につけてそのキャラクターが成り立ってるのかっていうのを作りたいので、その最初の人っていうのはなんていうんですかね、どうでもいいっていうのは言い過ぎですけど、本当に人として存在してくれれば、もうそれで十分なんですよ。なるほど、ガイドとしてそこにあればいい。そうです、本当にそう、ガイドとして本当にその通りですよ。すごいですね。面白い。
いやなんかいい話ばっかり聞いてますね。マジですか、はいこんな話でよければ毎週来ますよ。ためになります。毎週モデラーしかやらないことになっちゃう。確かに確かに。そらそうだ。お、これは何ですか？今何を？これあれですね。ですか？グリッドでスナップすると、はい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 。そのなんていうんですかね。まあ軸に合わせてちゃんと正確にそのなるほど声援を作りたい時ってスナップさせないとうんうんうん難しいんですよね。でこれでなんていうんですかね、フィレットさせたりとああ、かしなるたらほど。こういうこの辺のはいはい装はい飾とかがはいはい。よいしょ、まあ、この辺のこういうのが、まあ、うんうんうんこう作れるような感じですね。あーそういう感じだこういうのが、はい、いやこれは面白いですこういね。うのがまあ作れちゃううんって感じですね。そうだから本当になんていうんですかね。すいませんね、ちょっと。どうしました？ごめんなさい。なんか私の方の Teams で連絡が来ておりまして、おマジですかすいません。ちょっとそれが画面に映っちゃったな。あ大丈夫ですか？本当すみません、今のチームズの連絡であリンクが切れました。来ました。うわーちょっと一回、すいません。Teams 切ってたはずなんですけどね。どうしましょうか。あ、そんなことがあるんだな。あるんですね。これってどうしましょう立ち上げ直しですかね。ですかね。はい、コントロールが死にましたね。あ、本当ですか。失礼いたしました。ちょっと一回じゃあ、モデラーをこっちで切っちゃいますね。わかりました。すいません。うわこれはセーブしときますか？全然別にセーブしなくて大丈夫だと思います。あ、そうか。セーブすると上書き保存になっちゃうんですかね。じゃあ別名で保存してきます？そうしましょう。なんか記念で。そうですね。はい Save as で。セーブアズでファイル名でアドビみたいな。確かにね。はうわ、この本当に Teams 結帰ってきた。構。お、セーブしたら新セーブ。違う。帰ってきた。帰ってこない。失礼いたしました。これをじゃあとりあえず一旦モデラーをはい削除切りまして、で、はい。じゃあもう一回立ち上げますよ。はいお願いいたしますはい、お願いします。だったら今のファイル多分立ち上がりますもんね。あ、そうですね。はい。じゃあそれで続きからいけますか。まあもうこっち側で立ち上げちゃって大丈夫ですか？はい。はい。お願いします。はい。じゃあですね、これでオープンの、Adobe、あれ、ちょっと待ってよ。あ、これだ。よかったよかった。はい。来ましたね。来ましたよ。よかったよよかった。いやー、びっくりしましたね。来ました。うお、マジっすか。お、なんなんかでだモードがおかしい。っていうかあれですね。カメラっていうかなんかカメラおかしい感じですね。あれがコントロールが死んだままですね。じゃあそしたら本庄さんの方からファイルって開けないんでしたっけ？これってじゃあちょっと一回落としていただいて、はい、それちょっとやってみましょうか。やってみますか。アプリ終了して、ちょっと終了しますね。CHR テストカラー Adobe っていうやつですね。もしかしたらそっちから開けばうまくいく。もしかしたらそうかもしれないっすね。ですね。わかんないっす。ちょっと今固まってますね。終了に固まってます。ライブですからね、いろいろ起こりますよね。そうなんですよ。なんかじゃあこの間でなんかちょっと聞きたい何かあれば、確かに何かしらでもチャットもっと皆さん恥ずかしがらずに聞いてくれたらいいのに。なんもシーンって感じですね。多分ライブで見入ってましたね。マジっすか。今落としたのでモデラーを開いてください。じゃあもう一回起動します。はい、お願いします。そうですね。今ライブであんだけできる方がやっぱすごいっすよ。こんな感じで。私結構モデラーもう怖くて触れないですもん。どういうことですか？止まったり落ちたりするのがなるほど。そうなんですよ。ライブとかでやるとでも結構やっぱりマシンパワー必要っすよね。必要ですね。そうだからやっぱりかなり自分の PC スペック積んでるんですけど、それで割と安定していつも普段作業できてるって思います。でもそんな自分の PC でもやっぱりオープンリカバリーワーク来た？これで一旦じゃない？来ました。来ましたよ。よかった。こっ
ちが開いてたのか。あ、なるほど。こっちが開いてた。なるほどなるほど。よいしょ。あ、なるほど。あれですね、さっきハイドしたレイヤーが全部ああ、出ちゃってますね。現れてきてはいはいはいまはい。あ全然いいですけど。なるほどなるほど。はい。来てますね。はいああ、よかったですね。よかったです。来てよかったでよかったです。す。うん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 。あ、このなんかベルトの装飾とかもちょっと、ベルうん、ト、よいしょ。こうですね、それですね。ベルト面白いですね。あ、そう、もう一個あった。これもね、お、へえ。他というか、うんうんうん前作ってみたやつですね。これどれだこれかあれこれ隠せばああ、なるほど。来ました、うん。あ、来ましたね、来ましたね。はい。で、これで、うんうんこれで、よいしょ。よいしょ。入れて。基本的にね、あれなんですよね。うんうん。全部大体このキューブで、はい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 。キューブでいきます。そうなんですね。じゃあキューブでいって後からスムースで滑らかにするみたいな感じですかね。そうっすね。はいはいはいキューブで普通に。ちなみにこの、はいなんていうんですかね、はい。形状ははい、最初はどっから着想を得たりするんですか？このデザインの形状みたいなのは。これはやっぱり最初に何もない時は、うん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 。まあ、リファレンスだったりとか、ああ、ないるほど。ろんなリファレンスとかを参照して、あ、なるほど。はい。もうそのリファレンスをモデラーの中に持ってきて、あ、そうです今みたいな感じそうです。あ、それいいっすね。そうっすね。だから本当にこんな感じで、うん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 もう何枚でも別に浮かべられるじゃないですか。確かにそのモデラー内部に。そうっすね、そうっすね。だから本当にたくさんのうんリファレンス画像を空中に置きながらうん普段作業してます。あ、そうなんですね。はい面白いそうですですね。すごい。なんかあれっすね。解像度がだですね。PC のスペックがいえいえ、大丈夫ですよ。悪いので。よいしょ。よいしょ。そうなんですよね。かっこいいね。あ、面白い。どうしよう。どんなデザインにしよう。よいしょ。よいしょ。でも何でも、何でも、うんいや、違うな。すごいっすね違うな。かっこ悪いな。どうしよう。こうしようか。でもこれなんかやってよて、いしょもう全然アンドゥとかやらないんですね、本庄さん。だって今はもう、うんもうお試しというか、はい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 落書きみたいなもんなんで、あ、なるほどなるほはいど。だから本当に今、うん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 。その 3D で空間上に落書きを描いてるのと、うんうんうん。マジで一緒なんですよね。これもう一個開けたら大丈夫ですかね、マシンスペック。もう一個。どうです解像度上げちゃかいましたね。モデラー側が。ああ、こんぐらい欲しいっすね、解像度。でもやっぱりちょっとそうなんですよ。引きつるな。ガタガタになっちゃうん引ですよ。きつる。でも大丈夫。大丈夫っすよ。大丈夫。何にも問題ない。よいしょ。そうなんですよね。あ、いいっすね。いやーなんかかっこいいっすね。でもでもね、終わりが見えなくなりそうですね。そう、だからいくらでもできるんですよね。だし別にちょっとこうやって、はい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 。違うな、ちょっと削ろうかな。はい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 全然ありなので。よいしょ。また削りは削りで面白いですよね。そうっすよね。でデザインが変わってきて。そうっすよね。やっぱ削った方がいいっすね。よいしょ。こんな感じにしようかな。なるほど。よいしょ。みたいな感じで、本当にだからあれっす。今だからそのアンドゥしないっていうのは、はいはいはい。本当に今ラフをうん。書いてるのとマジで一緒なので、なるほどなるほど。今本当にラフを書きながらうんうんうん。どうしようかデザインを考えてるっていうああ、なるほどなるほそんなど。感じですかね。そっかそっか。でもそしたらもうゴリ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 進んでいけていいっすね。そうなんですよ。本当にそれがマジではい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 。モデラーのいいところですよね。マジでそう思ってます。なんかでもそれっあ、ぽい、うんうん。それっぽい感じにちょっとなってもうそれきったぽいっすね気がします。全然。気だけかもしれないですけど。よいす。ああ、すごい。しょ。でも本庄さんのやり方だと、本当にこの塗る削る
ちょっとワープで歪ませる、はいはい、この3つくらい覚えてればああ本当にそうなんですよしたらもうこれできちゃうんでできちゃいますよね。マジで皆さんメタクエストを買いに走った方がいいです。しかも安いですよね、メガクエスト 3。今3ですね、自分使ってるの、6万8000円とかでしたっけ、そんな感じ。一回もう買っちゃえばもうやりたい放題なので。そうですよね、はい、いいやいいと思います。やだって面白いですね。こんなんマジすぐできちゃいますからね。確かに確かにマジでやった方がいいですみんな、超簡単ですよこれ、なんか確かにもしかしたら今学生の方とかも見られてるかもしれないですね。夏休みかもしれない。もう学生なんてね、もう暇な時にこう触りまくったらすぐ上手くなりますよこんな。確かにそうですね。はい。こんなっすかね。どうしようかな。いいですね。さっきのじゃあこことかやろうか。ここよいしょ。そうなんかこんな感じのなんか耳みたいな感じの装飾にしたんですよね。あ、はい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 。あ、かっこいい。あ、でかいな。でかい。でもそんな時はワープで、よいしょ。なるほど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。こんな感じかな。ちょっとちょっとそれっぽくなってきましたですね。そうだから本当にもうなんていうんですかね、絵で描いてるその感覚とそんなに変わらないんですよね。だから本当にフォトショーでサラサラってそのペン走らせてラフを描いてる感覚と、本当にただそれが本当に空間になっただけというか、確かに覚えることが少なくて、本当にそうなんですよ。すごいシンプルでいいですね。でそれがやっぱり 3D になってくれるとこうやってやっぱいろんなカメラいろんな方向から出せるし、絵でも本当に別にこうやってね、背景というか背後からの背中で別に絵で使ってあげてもいいし、別にどこに立たせてあげてもいいし、いろんな使い方ができちゃうんですよ。で本当になんだろうな、アセットをいくつか外して別のバリエーションのキャラクター作っていろんなキャラクターを作ってそれをこの絵の中で配置してあげてもいいし、本当にすぐパッといろんなことができちゃうので 3D で作ってあげてると本当に使いやすいんですよね、データとして。なるほど。本当に絵だと本当に1枚こうやって正面で描いたらもう次横もう一回書き直さなくちゃいけないんですよ、これをもう一回。そうですね。だるってなっちゃうんですよ。なっちゃいますね。だったらもうこれ作っちゃって、別にいろんなね方向から見れるしみたいな。そうですね、そうですね。そうなんですよ。いや面白いですね。確かにもう効率スピードアップになりますね。そうなんですよ。そうなんです。まさに。ちなみに、ちょっと話が変わるんですけど、本庄さんが例えばそのデザイナーの方々からポートフォリオを、チェックする立場になったという時にどんな点に注目しますか？例えばこのポートフォリオはこういうところが良かったとか、なんかそういったところってあったりしますか？具体的に。そうですね。結構だから自分その新卒の採用とかが多かったんですよね。で新卒の採用とかで、結構その気にしてたというか、見てたのは、そうやっぱりその自分のこだわりだったり、自分の好きなものがやっぱりなんていうんですかね、現れているもの、この人はこういう世界観、こういうそのなんだろうなテイスト、こういうもの、こういうキャラクターが多分好きなんだろうなってそういうものが見える作品、個性がそう分かるってことですよね。みたいなものを結構自分はなんかいいなと思ってましたね。いいですね。で言いながらちょっとこういうなんか紐みたいなものいいですね。やっぱりなんか難しかったりもするんですよね。その私のポートフォリオを作ったことがあったり、たまに今も更新したりもするんですけど、なんか誰にでも届くようなものってで誰にも届くようなものだったり、あと
即戦力になるようなものっていうのを載せるのもいいんですけど、やっぱりそこで個性をちゃんとなんていうんですかね、殺さないようにすると言いますか、ちゃんと見せて、でそれをクオリティとしてちゃんと出すっていうのはね、大事なことですよね。そうですね、そう個性っていうのもそういう意味でも大事なんですけど、やっぱりそのこだわりと言いますかね、その自分がやっぱりそのこだわって好きなものって、やっぱすごく調べたりとか、その知識がどんどん溜まっていくじゃないですか。やっぱ絵って中から出てくるものなので、そういったものの自分が好きなものに対してどれだけ時間をかけたか、どれだけ調べたか、そのどれだけその例えば書いてみたかみたいなものがやっぱ出てくるじゃないですか。だからその結構熱のこもったその作品ってやっぱりそういうものが見えるんですよね。だからそのなんだろう、その面談とか実際にじゃあこの子面談してみようって見たものってやっぱそういうものが感じられるもので、で実際にその面談の時にそこに対してやっぱり聞いてみたりするんですよ。この絵ってすごくこういう魅力が出てるけど、多分こういうなんだろう世界観好きなんじゃないかなっていうと、やっぱり向こうもそれがやっぱり好きで出してるからすごくやっぱ反応してくれるんです。あ、そうなんですって、自分はすごくそういう世界観が好きで、でこういうものがすごく大好きなんでこういうのを表現したかったんですって、やっぱりそういうなんですかね、その一連の流れがつながる瞬間がすごく好きといいますか、絵からそれを感じて、でそれをなんだろう、その人からも聞けるみたいなのが結構自分は好きでしたね。いいですね。今なんかやっぱり VR ゴーグルでかけながら、身振り手振りでご説明いただいてたんでちょっと変な絵になってましたよ多分ねお話はすごい良かったんですけど、やっぱりちょっと間抜けな絵になりますよね絶対そうなんですよ。後ろの画面は顔とともに揺れてみたいにずれていや面白かったです。いや、いい話聞けましたね。やっぱそのね、これから学生の方とかだったりとか、転職を考えている方々がね、やっぱりちょっとそこら辺で悩むこともあると思うので、すごくね、採用されてた方の当事者の意見っていうのをですね、聞く機会もあんまりないですからね、チャンスっていうのも。そうですね。なのですごい結構貴重な意見だったのかなって私は思いますね。なるほど。いや素晴らしい。と話しながらでもモデルを作っていく。これすごいっすね。だってマジで一生できますよね。本当ですね。すごいっすね。この肩のそこら辺の部分も面白いですね。これやりましょうか。いいですね。これどこだ。肉がこれだいぶセクシーな感じになりますね。だいぶ違いますね。よいしょ。よいしょ。でこれついてるからそうっすね。どういうちょっとせっかくだから変わったデザインにしようかな。今までとかでも余計なことやんないわけかな。いやいいですよ。大丈夫ですよ。だからせっかくですから。よいしょ。ガタガタしているだからよいしょ2段階ぐらい上げちゃいますよ。大丈夫かな。結構あれなんですよ、他のなんていうんですかね、オブジェクトを非表示にするとですね、上げても大丈夫だったりするんですよ。なるほど。そうなんですよ。多分 GPU だったりもするんですよね。いやでもそうっすよね。そうなんですよ。もうあっという間にどんどんできてきてる。そうっすね。ちょっとガタガタっていくのがちょっとあれですけどね。そうっすね。よいしょ。そういう風にやるんですね。削ったりね、やっぱり簡単なので。でちょっとこの辺に、なんていうんですかね、こういう縁取りというかしてあげたりとか。面白い。なんか私も勉強になってます今。マジっすか。まさかそんなバカな福井さん担当の方ですよね。そうなんですよ。いやでもちょっとこうガタガタしちゃうのがちょっとあれっすね。もっと自分の PC ではなんだろうな。そうっすよね。いやそんなことないです。自分のスキル不足です。いいとんでもない。そんなことはないです。いやちょっとこの辺に装飾というかこれよいしょ。繋がっちゃいました。繋がった。そんなことない。よいしょ。
これか、これで大丈夫。ああなるほど。これってなんかステップ数とかって選べないですよね。ああもうステップ数はステップ数はもう PC パワーですよね。 PC パワーですね。ですよねイコール PC パワーってことですね。はい、なるほど。そうなんですじよ。ゃあもう一生スムースかけます一生スムースかけよう。よいしょ、頑張れ、よいしょ。確かにそうですね。だったらおまるでやろう。実際モデラーを使われている際は VR ゴーグルつけてモデリングすることが多いですかといった質問が来ておりますあ、本当ですか。はいもちろんです。もうこの感じです。VR ゴーグルつけないでモデリングはしないです。いつもこんな感じです。なるほどなるほど、いいですね。そうなんで、うんだから家族からはいはいははいなんかパパがいつもうんなんか、かけてなんかやってるけどよくわかんないよねみたいななんか空中に向かってなんかこうやってるけどはいはいはい何やってんだろうねってよく言われます。お子さんには試したりお子さんは試したりしないんですか？ああ、たまに触らしたりとかしますね。はいはい、でもなんかめちゃくちゃやったりはしないですけど、うん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 なんかたまに触らせるとなんか喜んでくれあますね。そうっすよね。やっぱ面白いっすよね、なるほどなるほど。あなんかだんだんできてきましたね。いやーでもねちょっとやっぱり改造とか足りないっすよね。そうっすねいや大丈夫です、そんなことないです。自分のスキル不足です大丈夫ですよいしいやーでも面白い。ょよいしなんか人のモデリング風景をずっと見てるっていうのも面白いですね。ょ。あ、本当ですか。はい面白いですよかったです。勉強になりいくらますでもやります。いいですね。いやーしょぼいな、どうしよう、やばい。でもスムーズかけてすごいですね。よいしょよいしょ。ここちょっと隠しちゃおう。なるほど。いやーでもあんま良くないっすね。どうしようかな。いやー良くないな。んデザインが良くない。どうしよう。こういう感じでしょうか。おあへえ。いやーなんかちょっとごまかせたかな。いやごまかせてない気がする。いや良くないなこれ。ここにあれだ。うんよいしょ。これをうんまた、ティックネスで、これにちょっとこうなんか、なんていうんですかね。こういうなんか、リングみたいな装飾。なんかそれっぽい。うんあいいんじゃないですか。それっぽいですね。はい、それっぽいですね。いや素晴らしそれっいいいと思いぽくなりました。ますいい感じですね。お任せたのかどうかわかんないです。いや今回すごいだっていっぱい、ヘルメットから首の装飾、はいでスカートといいますかパンツの布の缶の質感、あと靴紐ですね、そうですかね。っていうもう4パターンもですね作ってライブで作っていただきました。いやもう時間が許せば何でも作れますよ。そういいですね。そうこの装飾もいいですし、そうこういうのとかも本当にやりたい放題ですよ、もうこれはもう見ている皆さん触ってみるしかないですね。いやもう本当にね、触ってみることをお勧めします、うんマジでモデルは楽しいので、ああそれっぽい。ね、なんかちょっとこういう細かい装飾とか、うん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 多分結構ブレンダーとか、ああいううんだから 2D のね画面のモニター上でやるとこういう位置合わせってすごい大変じゃないですか、めんどくさいです。そうでもこういう VR だとマジで一発確かに一なんですよ。瞬ですね。こういう鎖みたいなやつとか、はいこれマジ一瞬じゃないですかこれ、一瞬ですね。はい、これ一瞬数だってほら、いやすごいすごいすごい。はい、マジみんな触った方がいいっす、うん本当に確かにみんな触ってほしいです。おすすめですよ、そうそれマジで一番伝えたかったことって本当にそれです、あ今まで触ってない、本当に 3D って難しいって思われてた方がうん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 何こんな簡単なのじゃあ触っちゃおうって思っていただけたらマジでなんか出てよかったなってマジで思いますいや良かったです。ありがとうございます。はじゃあちょっとそんな感じで、はいそろそろですね。い、もう時間ですか、もう時間うわはすでに早いっすね過ぎております。過ぎてるんですかマジっすかやばいいんですいいんです。はい、あっという間っすね。はいあっという間なんです。はですので今日ちょっとですねすごい素晴らしいまあ別にこれ時間何時までとか決まってないのでねい。あれなんですけどまあ位置ずれしてますけど。その10をちょっと直す方法
みたいな、これはちょっと見ときた方が良さそうこれですね。ね、はいこれむずいんすよね。これミラーリングが、そうミラーリングの軸がずれてるんですよね。そういうことなんですね。そうなんで多分これはね、それちょっとむずそうですね。これはねむずいんすよね。なんで、そうミラーリングは確かにむずいので、よいしょ。ダプリケートしてって感じですかね。そうですね。普通にね、もうこれが楽です。これで確かにで反転しちゃってそうか、ポジションも反転しちゃうのか。はい。なるほど。そしたらこっちに来ます。そうですね。はい。多分これが一番楽です。もうできましたね、新しいニューデザインが。はい。こんな短時間で。といった感じですね。そろそろちょっと締めに参ろうと思いますが、もう皆さんあれですか、チャットでのご質問は大丈夫ですか？あんまりこういった機会はあれないかもしれませんよ。と言いつつ、何でもございますよ。またすぐに本庄さんを呼んでしまうかもしれませんけど。いつでも来ますよ。呼んでいただければいつでも生産します。じゃあとりあえずそんな感じでですね、今回はですねゲストに本庄隆さんを、お招きしてモデラーのですね実演を、ご紹介いただきました。私もですねすごく勉強になったところが多くて、本当そうなんですよ。ちょっと家のゴーグルがですね、ヘッドマウントディスプレイがですねすごく調子が悪くて今日持ってこれなかったんですが、ちょっとそこら辺をですね直してまたモデラー触っていきたいなと思っております。やりましょうよ。はい、ガンガンやりましょう。じゃあ本庄さんそのままで大丈夫ですかね。外しましょうか。うわ、眩しい。外すと眩しいですね。今日は本当にありがとうございました。楽しいです。楽しかったです。ありがとうございます。またぜひぜひ呼ばせていただきます。いつでも呼んでください。マジいつでも来ます。はい。ではそんな感じでじゃあ本庄さんと、締めたいと思います。それではまた、来月どうぞ。手振ってください。マジですか。こんな感じでもうすぐ終わっちゃいます。また呼んでください。